はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい、今日はニュースポッドキャストになります。なので結構上級向けなので、スピードが速すぎたり言葉が難しすぎる人は自分でスピードを調節したり、あとは私のウェブサイトのトランスクリプトを見たり、サブタイトル字幕を見たりしてご自身で学習方法を変えてみてください。はい、ということで今日は何の話をしたいかというと、今日は日本のニュースの話というよりは、ニュースでよく話されること、政治の話です。政治の話。はい。政治っていうとね、頭が痛くなる人がいると思うんですけれども、問題はいっぱいありますから。今回話すのはその政治の中身ではなくて日本の政治システムについてです。政治システム。あとは最近の、日本の問題についてですね。はい。なんでこの話をしようかと思ったかというと、最近は日本に住んでる方も多いですしね、外国の方で。で、日本にこれから住みたい方、日本で働きたい方、いろんな人がいると思うんですけど、やっぱ、すごい日本ですごい選挙してるなとか、みんな盛り上がってるなとか、あれまた総理大臣変わったのみたいなね。よくわかんないけどその政治のニュースを聞くことがあるっていう人いっぱいいると思うんですよ。はい。なのでね、日本の政治システムについて知っておいて損はないと思いますので、簡単に説明したいと思います。はい。それではいきます。日本のまず政治、行政ですねの、一番トップ偉い人はどなたかご存知でしょうかね。日本には大統領は存在しません。大統領は存在しません。一番上の人は、内閣総理大臣と言います。はい。内閣総理大臣と言ったり、総理大臣って言ったり、総理って言ったり、あとは首相って言ったりします。はい。首相が一番よく聞く言葉かな。はい。で、今の日本の首相、内閣総理大臣は、自由民主党。短くして自民党ってよく呼ばれますけど、その自民党の石破首相です。はい。石破さん。去年の10月に就任されたばかりですね。はい。で、日本の、国会、議会は、2つあるんですよ、実は。2つあって、それを二院制って言うんですけど、二院制を採用しています。はい。日本以外にもね、この二院制採用している国あると思うんですけど、この2つの、議会の名前は、1つ目は衆議院、2つ目は参議院と言います。衆議院、参議院。この2つの、議会で話し合っていろんなことが決められているんですね。はい。で、なんでこの2つがあるかというと、どちらもね、独立した議会があることで、一つが暴走したり、過激なことを言い出しても、こっちで止められるんですよね。そう。だからお互いを危ないことがないかっていうのを監視しながら、公平性を保つために、二つの議会、二院制が採用されています。衆議院、参議院は二つあるんですけれども、とはいえ、衆議院の力の方が圧倒的に強いです。例えば、衆議院で決まった法律が、例えば参議院で反対された場合、でも、衆議院の、議員ですね、国会議員さん、メンバーたち、はい。議員の3分の2以上が賛成であれば、参議院の議員が反対しても、法律が成立するんですよね。そう。だから、衆議院、参議院で意見が割れても、衆議院の3分の2が賛成だったら、そうなる。賛成になる。っていうことです。はい。あとはですね、衆議院は内閣総理大臣を指名することができます。決めることができます。はい。なので、この、石破首相も、衆議院の議員たちが決めました。で、衆議院の議員は、465人、465議席っていうんですけど、席ですね。その、議会の席が465議席ある。ですね。
はい。結構多いね。465もいるんだね。はい。ということでですね、私たちの国民が決める選挙の中で、衆議院選挙が一番大切です。一番大切。はい。理由はですね、衆議院が、その参議院、衆議院の2つの中で一番権力があるのと、一番はこの衆議院の人が内閣総理大臣、国のトップを決めるので、その衆議院の議員を決める衆議院選挙っていうのが私たちの一番大切な選挙になるっていうことですね。はい。大統領制を取り入れてる国だと、国民が直接投票して大統領を決めることができますよね。例えば最近のアメリカの大統領選挙だと、国民が直接投票に行って決まりましたよね。はい。でも私たちは決められないんですよ。首相は。決められるのは衆議院の議員の人たちだけです。はい。っていう感じ。そして、日本の現在の与党。与党っていうのは中心のパーティー、メインパーティーのことですね。日本の、現在の与党は自由民主党。自民党です。はい。皆さんね、聞いたことあるよね。自民党は絶対。はい。で、与党の反対は野党と言います。野党。中心のパーティーとその他のパーティー。与党と野党と言いますね。はい。で、与党と野党はどうやって決めるかというと、これも衆議院選挙ですね。はい。衆議院選挙で一番の議席を獲得した党が与党になります。はい。だから465のうちの半分ぐらいは取ってるかな、自民党。ちょっと詳しくはわかりませんけれども。はい。なので、一番多数の党なので、与党、そして自民党、衆議院選挙で決まります。はい。で、去年のね、10月に衆議院選挙があったばかりなんですけど、そこで、自民党が与党になってるんですけれども、そしてその自民党が与党になったから、自民党から内閣総理大臣の石破さんが任命されているということですね。はい。もっとね、正確に言うと、日本はね、連立政権というものを採用しています。連立政権っていうのはですね、2つの党が協力している関係ということですね。はい。なので、自由民主党の自民党と、あと公明党というもう一つのパーティー、党があるんですけど、この2つが、協力して与党になっております。はい。だから自民党だけじゃないんですよね。その公明党の議席も自民党と一緒になってるということです。はい。でも圧倒的に自民党が多いんですけどね、日本ではね。はい。それがね、連立政権と言いますね。はい。そして、日本はね、長い間自民党が与党であり続けています。どれぐらい長いかっていうともうわからないぐらい長いんですけれども、2010年から11年の、2年間は他の党、その時の名前は民主党かな。民主党が与党になったこともあるんですけれども、その2年ですぐに自民党に戻っております。はい。日本で今問題になっていることは、一番はね、少子高齢化の問題です。少子高齢化。子供が少なくて、お年寄りが多いという状況ですね。はい。子供が少ないの本当に結構大変ですね。特に東京とかの大都市では問題になっております。はい。あとは増税とか税金が多すぎるとか、あとは日本の会社の働き方、給料が上がらない問題。そして、物価の上昇ですね。物の値段が上がっていることとか。はい。あとは国際関係とかね。はい。そういったことですね。今のね、与党は自民党だという話をしたんですけれども、最近はですね、この自民党に問題が発覚しまして、かなり不信感が高まっている状況です。理由はね、様々なんですよ。長いこと自民党がやっていて、そもそもね、あんまり日本が良くなってないからっていう問題もありますね。ただ一番大きな問題は、去年発覚した裏金問題ですね。裏金問題。多分聞いたことある方いると思うんですけれども、2024年、去年の日本の流行語にも選ばれました。
裏金問題。または政治と金っていう言い方をするんですけど、何かというとですね、政治家の人って、政治活動をするためにいろいろなお金が必要なわけなんですよね。で、そういうお金の大体は私たちの国民の税金を使っているですけれども、それ以外にも、いろんな企業とか団体から、寄付金というか、お金をもらったりするわけですよね。はい。で、政治資金パーティーというものが行われていて、そこに参加した人は、その政治家に、そのお金を寄付というか、払うみたいな、そういう、政治家の活動費を集めるためのパーティーとかが行われたりするんですよ。それはあまり問題じゃないです。はい。で、問題があったのは、ここでもらったお金を報告せずに、自分のポケットマニーというか、隠していた人がたくさんいたということですね。で、その隠されたお金が結構何百万何千万っていう額があったんですけど、何に使ったかわからない。多分プライベートのこととか無駄なこととかそういうことに使っていたじゃないかという問題が発覚したんですね。はい。国民から言うとやっぱりみんな何やってんだ、説明しろ、お金返せっていうことですね。やっぱり今は経済苦しいですし、日本の国民もね、やっぱ裕福とは言えない人も多いので、何やってんだよっていう話ですよね。はい。で、それがね、去年バレて、しかも自民党だけで90人以上の人が裏金問題が発覚してるんですよね。で、結構上のポジションの人とかもそういうことをしていたので、国民からの信頼が暴落したわけなんです。はい。この問題まだ解決はしていません。自民党側はね、もう解決したことにしてるみたいなんですけど、まだまだその不明点が多くてですね。はい。辞めた議員もいれば辞めてない議員もいるし、知らないって言ってる議員もいるし、みたいな状況です。はい。はい。なので、去年10月の衆議院選挙でも、自民党と、公明党、連立政権ですから、この2つの党が与党になっておりますけど、かなり議席が落ちたんですよね、自民党の。そう。だから結構ギリギリだったので、次回の衆議院選挙とかはまだどうなるかわからないっていうような状況です、今。日本はね。私としては結構、自民党のその裏金問題については確かに、もっと説明責任があると思うんですけど、他の党もやってるんじゃないかなって思ったりするんですけどね。はい。結構闇深いですね。結構根深い問題。だと思いますね。はい。で、最近のね、日本の政治はね、こんな感じでね、いいとは言えないんですけれども、少しずつ選挙が変わってきているようです。はい。日本はね、投票率がすごい少ないっていうことでね、有名。投票率が低いということで有名なんですよね。若い人が投票に全く行かないとか、投票率が40% とかね、本当に低いんですよ。ただ、最近やっぱり景気が悪い、経済が良くない、自民党の問題が発覚したということで、少しずつ国民の意識も変わってきているようです。はい。で、それの原因じゃないね、理由かの一つは SNS にあります。今までのね、従来の、情報収集の手段っていうのは、やっぱマスメディアが中心でしたね。テレビとか新聞とか。だから政治についてとか選挙についてとかもみんなマスメディアばかり見ていたんですけど、SNS が登場したことで、もっとこのマスメディアでは報道されていない真実とか、マスメディアが言っている嘘、隠していることとかが SNS で誰かが発信したり、政治家本人が発信したりとか、そういうことをして、少しずつ変わってきています。やっぱり
最近本当にこのマスメディアへの不信感っていうのもすごく高まっていて、日本で特にテレビですね。テレビ本当にテレビ局は結構なんか変わらなきゃいけないと私は思いますけど、問題だらけなんですよね。で、本当のことを報道しているのかとか、隠していることばかりなんじゃないかっていうふうに言われています。はい。なので若い人たちとかがどんどん SNS を見て、自分がどういう党を応援するか、どんな政治家を応援するかっていうのが自分たちで選択できるようになってきました。はい。いい部分ももちろんたくさんあるんですけれども、もちろんデメリットもあります。はい。その反面ですね、フェイクニュースもやはり多いんですよ、SNS ってね。だから、なんかすごい過激な発言する人がいて、それを信じてしまったりとか、あとは、その自分が応援している党の嘘の情報、いい情報をばっかり流したりとか、ライバルの議員の悪い情報ばっかりを流したりとか、なんかそういう、やっぱ、ね、どれが本当でどれが嘘か、何を信じるか信じないかみたいな問題はやっぱ SNS にありますので、難しいですよね。この政治にその SNS を取り入れるっていうのはどうなんだろうなっていう部分もありますけどね。やっぱりまだ SNS というものが不安定すぎて、いいのか悪いのか私には分かりませんけれども、少なくともね、国民の意識が高まっているということはいいことなのではないかと思っておりますけれども。はい。以上になります。今後ね、日本の政治とか、議員さんたちがどうなっていくか分かりませんけれども、私が考えることは、日本がいい国に、平和に、世界がいい状況になってくれればいいなと思っております。はい。以上。今日話した話、またトランスクリプト作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと X、YouTube、Instagram、こちらのフォローもお願いいたします。Instagram 最近よくストーリーとか更新してるので、フォローしてくれたら嬉しいです。はい。あとサニーサイドジャパニーズ、こちらもメンバー募集しております。2月8日にクラス体験会があるので、ぜひ気になる方参加してみてください。そしてサニーサイドジャパニーズでまた新しいことが始まります。それは部活です。部活、4つの部活を今作りました。1つは、ゲーム部、そして音楽部、シャドーイング部、読書部です。この4つ。部活に参加できるのはマンスリーメンバーだけなんですけど、マンスリーメンバーとして参加してくれた方は参加できます。この部活に。でも強制じゃないです。なんか時間に余裕がある人とか、もっと日本語喋りたい、もっと日本語勉強したい人は部活にぜひ参加してみてください。月2回ぐらいの活動して、宿題があったりとか、ディスコードのチャットでやり取りしたりとか、そういう結構緩い感じでやります。はい。ゲーム部はどんなことをするかというと、みんなゲームしたり、ゲームの話したり、結構ワイワイ系ですね。賑やか系で、音楽部も音楽が好きな人、そして日本の歌の歌詞とかを一緒に説明したりとか、一緒に歌ったりとか、あといろんな話、音楽の話、この2つは結構趣味のちょっとリラックス系の部活になります。はい。で、あとはシャドーイング部、これはもうシャドーイング練習する部活。そして読書部は本を読んだりとか、読む練習したりとか、そういったものです。リーディング系ですね。はい。で、あとのそのシャドーイングと読書部は結構勉強系なので、結構活動量は多くなるかな。はい。なので遊び系と勉強系2つがありますので、ぜひ、興味ある方、このクラス体験会参加してくれたら詳しく説明しますので、ぜひ参加お待ちしております。はい。あとペイトリオン、こちらのメンバーも募集しております。ペイトリオンでは新しい漢字クラスを始めました。漢字と語彙の練習が勉強ができる
ものです。はい、ぜひ一人で勉強するのきついっていう方、ぜひ参加してみてください。以上、喋り疲れましたね。みんなも今日は聞き疲れたかな。難しい内容でね、繰り返し見てくれたら嬉しいなと思います。いいなと思ったらグッドボタンを押してみてください。ということで皆さんもお疲れ様でした。私もお疲れ様でした。それではまた次回、さよなら。